長年愛される秀逸な機体、100式からデルタプラスへデルタシリーズ進化の系譜。機動戦士ガンダムの舞台である宇宙世紀において、アナハイムエレクトロニクスは可変機の開発に乗り出しました。そして開発コードデルタの第一案としてデルタガンダムを設計します。結果的にデルタガンダムの変形機構はフレームの強度不足から実現に至りませんでしたが、デルタガンダムの構想を受け継いだ機体として100式のような非可変機とそのバリエーション機をはじめとして、後年にはガンダムユニコーンに登場したデルタプラスやガンダムデルタカイなど様々なモビルスーツを生み出していくことになりました。今回はそんな開発コードデルタのモビルスーツ進化の系譜を解説させていただきます。宇宙世紀0085ブレックス準将とシャアーズナブルから新組織エウーゴの立ち上げに伴い新型モビルスーツの開発を依頼されたアナハイムエレクトロニクスは、スターンズの新型機ガンダムマーク2をダッシュして提供することを条件として自社製の試作型ムーバブルフレームを用いたビッグリアスを開発しました。そしてそのフレームを可変モビルスーツに転用する案が持ち上がり、開発コードデルタガンダムが検討されます。デルタガンダムはウェイブライダー形態への可変機として設計され、デュアルセンサーのツインアイや金色のエマルジョン塗装が施されて、後のゼータガンダムと比較しても遜色がないレベルの機体として検討されたものの、コンピューターのシミュレーションの段階でムーバブルフレームの強度問題が解決できなかったので、可変機としての開発は断念されましたが、機体自体のポテンシャルの高さに一目置かれていたので、入手したガンダムマーク2のムーバブルフレームのデータを受けて再度開発が進みました。こうして非可変機として完成したのが100式となります。開発主任の M 長野博士が100年持つモビルスーツという願いを込めて作り出した機体100式は、各種装備の実用試験を想定したワンオフのモビルスーツであり、可変機として設計された名残として脚部の独立2層式のデュアルフロートアーマーやバックパックのフレキシブルバインダーを持ち、さらにバインダー自体が可動詞として作動することで機体の運動性を向上させています。武装としてはビームライフル、クレーバズーカ、ビームサーペル、バルカン、そしてメガバズーカランチャーを持ちます。完成した100式はエウーゴのフラッグシップ機としてクワトロ・バジーナが登場し、グリプス戦役を駆け抜けていくことになりました。なお機動性を向上して被弾率を下げるというコンセプトからシールドを装備していませんが、劇中では他のモビルスーツ向けのシールドを持つ場面も見受けられます。100式は機動戦士ゼータガンダム第9話でビッグリアスを不慮の事故で失っていたクワトロ・バジーナの新たな蒸気として登場しました。ギャプランやアッシマーなど次々と投入されるティターンズの新型機に押されることもありましたが、クワトロの技量も相まって激しい戦火をくぐり抜けていきます。最終的にジオやキューベレイとの戦闘で大破しましたが、グリプス戦役後は機動戦士ガンダムダブルゼータの第22話以降でマイナーチェンジした2号機が登場します。この頃の100式は性能的には第一線級とは言い難かった機体ですが、ジュドーが本機に登場した際はドライ戦部隊を退けるなどの活躍を見せつけました。なお小説版機動戦士ガンダム逆襲のシャアではアムロ・レイが100式の性能を評価していたことが語られています。こうして100年持つモビルスーツという願いが叶わなかった100式ですが、その秀逸な性能から数々の派生機が開発されました。まず100式の改良型である100式回です。100式回は総合性能の強化を図って開発された機体です。 B クラブやモビルスーツバイブル等の設定上は頭部にバルカン砲の代わりにパルスレーザー砲を内蔵したので、それによって頭部ユニットが大型化した機体とされています。またフレームを改良し、さらにハイブバインダーに代わって高機動デバイスを装備することで機体の全重量は増加したものの推力も上がったので機動力が高くなりました。なお大破したクワトロ機は本来この仕様に回収される予定だったとされています。100式回は強化プランとしてフルアーマー100式回も開発されました。フルアーマー100式回は100式回武装と装甲の強化を施した機体です。胸部メガ粒子砲やバックパックのビームキャノンなどの高出力ビーム兵器や実体弾兵装のほか、コックピット周辺を防御可能なアイフィールド発生機を搭載しています。また専用兵装としてロングメガバスターも装備しています。重武装により機動力は低下したものの
漫画機動戦士ガンダム宇宙世紀0096ラスト3では、旧式とはいえビムロを追い抜くだけの機動力を有している様子が描かれています。百式機は地上仕様である陸戦用百式機も開発されています。これはティファーンズに対抗するべくカラバが養成した機体です。百式機をベースに大気圏内用の改修を施した結果、湿地帯や砂漠、そして水中でも運用可能な機体に仕上がっています。バックパック上部にオプション装備用のウェポンラッチを備えることで、ミサイルポッドやビームキャノンなどを装備できるようになっています。ただ、漫画機動戦士ガンダムダブルゼータガイデンジオンの原用に登場するも、ネオジオンのカトゥールとの海中戦で敗北しています。次に量産型百式機です。この機体は百式機の設計を見直してコストダウンと量産化を図った機体です。頭部や剣部は百式機、それ以外は百式に近い外観となっています。バックパックは百式と同型のものからフレキシブルバインダーを除いたものを採用しています。シャアの反乱後を描いた作品機動戦士ガンダム宇宙世紀0094アクロス・ザ・スカイに登場して、ティターンズ残党軍と戦いを繰り広げる様子が描かれています。また生死とは異なりますが、百式に連なるモビルスーツは他にも登場しています。それがゼロ式です。ゼロ式は漫画機動戦士ゼータガンダムディファインに登場し、ゼータガンダム本編での百式に相当する機体としてクワトロ・バジーナが登場します。シャア専用機を意識して真空に塗装されたリックリアスと百式の中間的な形状になっており、改装を繰り返すことで百式となる予定の機体であることが明かされています。ジャブロー戦で5のバインダーとバックパックを破壊された後には、地上戦仕様のゼロ式2型として回収されました。1型よりも百式に近づいたスタイルになり、地上用バックパックが搭載されています。さらにクワトロ機に合わせてアムロ搭乗機も配備されています。ゼロ式2型にはオプション兵装としてビームキャノンを搭載したフライトユニットがあります。これによってサブフライトシステムなしで飛行することが可能です。劇中ではアムロ搭乗機がキリマンジェロ戦で後ろにも目をつけた動きで後方のギャプランを撃墜する離れ技を見せるなどの活躍をしており、クワトロ搭乗機も空中戦でギャプランを圧倒する様子が描かれるなど、速度面では可変機のモビルアーマー形態にはさすがに劣るものの、可変機を圧倒する様子が描かれています。このように百式はその人気から様々な派生機を生み出していますが、その元となったデルタガンダムも新たな機体へとつながっていきます。まずデルタガンダム2号機です。ガンダムフロント東京の映像作品コンペティションオブニューガンダムレッド・オア・ホワイトホワイトに登場しており、ゼータガンダムなどと部品の互換性がある機体とされていますが、実際に製造されたかどうかは不明となっています。そしてこの機体に後年のゼータガンダムの技術を加えて完成させたのがデルタプラスとなります。デルタプラスはウェイブライダー形態への変形機構を持つ試作モビルスーツです。大気圏内外両方での運用が可能な高度な性能を持ちます。宇宙世紀0019地球連邦軍からの委託を受けて少数が生産されており、宇宙世紀0096を舞台とする機動戦士ガンダムユニコーンの劇中では、外角進行部隊ロンドベルのネールアーガマに配備され、リリー・マーセナスの登場機として戦いを繰り広げました。武装としてはビームライフル、ビームサーベル、バルカンといったシンプルなものに加えて、シールドに内蔵したビームガンやグレネードランチャーを持ちます。またガンダムユニコーンの作中ではユニコーンガンダムのビームマグナムを奪い取って使用していますが、射撃の負荷で腕部を損傷する様子も描かれています。デルタプラスはリリー・マーセナスの専用機として登場し、パラオ攻防戦やダカール防衛戦で活躍しました。アニメ版、小説版、そして漫画機動戦士ガンダムユニコーンバンデシネでは損傷具合は異なりますが、ガルダ攻防戦でバンシーの攻撃で損傷を受けます。その後アニメや小説ではリリーはバンシーへ登場することになりますが、バンデシネでは一旦ダイアランカスタム2号機に乗り換えてからバンシーへ登場します。またデルタプラスはその他に漫画機動戦士ガンダム宇宙世紀0094アクロス・ザ・スカイにてガンダムデルタ界の仮想敵としてロングメガバスターを携行して出撃しています。デルタプラスは特殊装備ナイトロを搭載したガンダムデルタ界も開発されています。
ガンダムデルタ回は、モビルスーツとベイブライダーの形態を変化させることで、各兵装の機能がどのように変化するのか調査して、改良点を探し出すことを見据えた機体です。そのため、機体特性は、デルタプラスと大差ありませんが、サザビーなどの第4世代モビルスーツのような大火力兵装や特殊兵装を可変機に搭載するという複雑化した火器管制を行うため、新型サイコミュ兵器ナイトロを装備しています。武装としてバルカン砲やロングメガバスターを持つほか、背部にニューガンダムが装備していたフィンファンネルのプロトタイプを2機装備しています。またビームサーベルを内蔵するシールドにはハイメガキャノン、メガマシンキャノン、炸裂ボルトといったオプション兵装を取り付けることが可能で、追加武装の検証に一役買っています。なお、漫画機動戦士ガンダム宇宙世紀0096ラスト3の劇中では、ザナドゥとの戦いでビームマグナムを撃つ様子が描かれていますが、デルタプラスと異なり、腕部の負荷は軽微なものになっています。ガンダムデルタ回は、このような多くの複雑な火器をオールドタイプでも使いこなせるようにするため、ナイトロを搭載しましたが、その結果、ナイトロによってパイロットは強化人間化してしまうので、登場するパイロットの多くが攻撃的な人格に変貌していく様子が描かれています。漫画機動戦士ガンダム宇宙世紀0094アクロス・ザ・スカイの作中では、宇宙での検証実験を行った後、陸戦運用の有効性を検証するために、装備を換装したガンダムデルタ回陸戦仕様として地上での戦いを繰り広げています。こうして宇宙世紀100までデルタの系譜は様々な機体に受け継がれていきましたが、宇宙世紀0111地球連邦軍の主力モビルスーツコンペでアナハイムエレクトロニクスは MSA0120 通称フリーダイヤルを提出し、サナリーの F90 に敗れました。これによって地球連邦軍の次期主力機から外されたアナハイムエレクトロニクスですが、再びサナリー製モビルスーツを凌駕する機体の開発を画策しています。こうして開発されたのがスクモ式です。スマホゲーム機動戦士ガンダム UC エンゲージに登場する機体で、スクモ式を回収してブースターユニットを創設した強襲用スクモ式も公開されています。このようにデルタの流れを組む機体がデルタガンダムに始まり、100式とその派生機を生み出し、さらに別の世界の100式にあたる0式を生み出し、正史ではデルタプラスやガンダムデルタ回に受け継がれていき、その後もスクモ式として開発されるという長い年月運用される系譜となっています。余談ですが、100式は多くの方に愛される機体として宇宙世紀だけではなく、それ以外の作品でも派生機が登場しています。まずは略式です。アニメ模型戦士ガンプラビルダーズビギニング G に登場しており、 HGUC100 式のカラーリングを変更した機体です。アニメガンダムビルドファイターズトライにはメガ式が登場しています。こちらはデルタガンダムを100式風に改造した機体です。漫画ガンダムビルドファイターズアメイジングレディではルナゲイザーガンダムが登場しています。これは100式にスターゲイザーのボバチュール・リュミエールのアイデアを加えた機体です。小説ガンダムビルドダイバーズジム&ボールズワールドチャレンジでは100式と100式回のパーツを組み合わせた100式クラッシュも登場します。また100式クラッシュの後継機として100式ライズカインも登場します。他にはゲームガンダムブレイカー3では100式エーガーというガンプラも存在します。ガンダム作品以外ではヤングジャンプとガンダム40周年のスペシャルムーピーに登場する UNASA 特注100式もあります。これは漫画テラフォーマーズとのコラボによって生まれた機体です。ムービー内ではテラフォーマーゴッグの群れを一掃するも、テラフォーマーアプサラス2のメガ粒子砲を受けて右腕を損傷する様子が描かれています。その他にはドラえもんのび太と鉄人兵団に登場するロボットのザンダクロスにも100式の衣装が見受けられます。ザンダクロスは藤子 F 不二雄先生の弟子として知られる高谷健二氏によってデザインされたロボットですが、100式をモデルにしたことが明かされています。なんだあのモビルスーツは。エウーゴでもティターンズでもない。機種はなんだ。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。